Hello， 大家，雾蓝色的雨后晴天第8集，吴七身边又失去了一个重要的人，就是那位跟他关系很好，会在低潮的时候支持他、鼓励他翻译工作的学长离开了人世。九慈本来在旅行中听到了这个消息，直接赶回来，就怕吴七再次陷入低潮。我想在这次事情过后，他们应该明白了彼此在自己心目中的重要性了吧？接下来继续来看看他们还会经历什么样的人生际遇。竹内正虎の家から何か連絡は？ああ、特には。他一直旷课啊。いつもそこにあったものがいつまでもあるとは限らない。哎呀，人生就是无常哦。常去的那家店突然关了，真的会觉得心里空落落的。ムカつくほどいい男だね。静か。ごめん遅くなって。静か。你直接叫他名字，好像跟他关系很好的样子。勉強会ですか？うん。授業以外にも学べる場所があるといいんじゃないかと思ってね。初回はネズビットの作品を扱おうかと思ってる。ネズビットか。楽しみ。いろいろ苦労とあったみたいですし、子供の頃のさまざまな思い出が制作の礎になったみたいです。辛い現実の中で彼女は書くことで自分自身の居場所を守っていたんじゃないかな。啊，那一位女作家是你的女性典範是吧？居場所か。心の拠り所を求める気持ちはわかる。誰かに抱きしめられる幸せも知ってる。每次突然回顾他们的亲密戏画面，心里都会绕一拍。それを失うかもしれないという不安と恐怖も。君がいないと寂しくなるよ。后面那蓝色窗帘一直是关着的状态哦，看什么时候打开，就代表吴七他走出去了，他打开心扉了。静かの好きなベリケータルト。ありがとうございます。相较之下，反而九慈这边的窗帘是比较拉开、比较透光的，它比较没那么封闭。带着敌意的眼神看他。何これ？うまっ。行列店のらしい。編集者はこういう店に詳しいんだよな。あの池叔父は編集者でしたか？なんだよあのって。あなたは先週デートをしていましたね。その池叔父と。吴七这有什么话都直接问的性格倒是挺好的哦。元彼？昔からうちに出入りしてた父親の元担当編集。你没有否认前男友这个说法哦。嫉妬か。ちょっとこっち来いよ。哎呦，你们两个哦，都这样的还不在一起哦。好きだった？いや俺はまだ中学生だったし恋とか性欲とか憧れとかごちゃ混ぜだったんだよ。正直だな。つまんない嘘つくほど若くないよ。对呀、坦坦荡荡的，并没有对不起你。今度父親が書いた翻訳に関するエッセイを文庫化することになってさ、巻末にエッセイを書かないかって打診されてる。いいじゃん。内容は何でもいいって言われてるけど、何をどう書けばいいのか。手摸上去。確かに。何でもいいは難しいよ教わったさまざまなことについて書きたいのか書きたくないのか。な。とりあえずやってみるってのもありなんじゃない？还有很听吴七的话哦。静香さん、先生が大学に行っておっしゃってお止めしたんですけど、授業があるからって。啊，终于行きたいところ演まで行更多かせます。关于父亲的回忆了哈。我爸爸是失智了啊，这个时候。もうないんだな。ここに俺の居場所は。那个年代的男人也不是很会经营家庭，可能对他来说最好的归宿就是他的工作。工作没了之后，就失去生活重心，然后也没几个家人在身边。哎，原さん。不是他怎么回事ちゃって震災の時のこと。啊？所以刚才那个是日本地震的时候会有的警报声是吧？どこか座れるとこでゆっくり休みましょう。
ゆっくりでいいですよ。もう10年以上も経つのに時々こうなっちゃって。人生常常就是这样不如意吼，好的事情留不住，坏的事情倒是挥之不去。どうせ電車もしばらく動かないみたいですし、俺の友人の家がここから歩いてすぐのところにあるんです。あ、そいつに連絡して事情を話してもいいですか？そんなつもりは。自意識過剰なおばさんだって思われてもやっぱり男性の家に行くことはできないです。理解理解。ごめんなさい。心配してくれてるだけなのに本当にごめんなさい。いえ、この辺で24時間営業のお店がないかちょっと探してみます。待っててください。もしもし。探してみたんですけど、どこのお店もいっぱいで、電車の再開の見通しもつかないみたいですし。可能跟袁小姐有相同状况的人也不少哦。さっきの友人にも連絡してみたら、来てもらって構わないと。久慈義治先生の。ええ。哦，なので俺の文芸翻訳の詩は父なんです。先生の翻訳をほとんど読ませていただきました。居然还是九慈老爸的粉これなん丝。か離婚した時どんなに心の支えになってくれたか。私バツイチなんです。恥ずかしながら。恥ずかしくなんか。对啊，这个誰だっていろいろあります。九慈爸爸在家里外面照顾了那么多人，帮助了那么多人，怎么偏偏真的就是自己的家人怎么都照顾不好？東、鍋の様子見てきてもらえるか？はいはい。珍しい。原さんのために。美味しい。もっと強くならないとダメですね。でも無理しすぎないでいきましょうよ。是啊，而且你也正在往好的方向向前走了。ですね。無理したっていなくなった人は帰ってこないんだし。所以他在地震的时候失去过亲人呢。本当にお世話になりました。いえ、お気をつけて。東さんと久慈さんって本当に仲がいいんですね。あんな風にリラックスした東さん初めてだったので新鮮でした。素敵な関係ですね。开始磕 CP 了哦，袁小姐。俺らはね、ゲイなんです。だから女性である原さんを久慈の家に連れて行っても問題ないだろうと勝手に思ってしまった。大家都有各自的困境哈，在这个社会中。別に隠してるわけじゃなくて、積極的に話していないだけなんで。わかりました。是啊。なんか今更ドキドキしてきた。毕竟出柜还是没那么容易。一、哎，先生。嬉しいよ。また来てくれて。是啊，一起慢慢的从创伤里走出来了。俺頑張るよここで。それ以外に多治見先生のためにできることないし。一緒に頑張ろう。書いてみることにした。巻末エッセイ。今思えば俺が翻訳を仕事にするのを父親があっさり認めてくれたのは仕事を通して俺に何か残したかったのかもなって。大家都开始面对了那些之前在逃避的议题了哈。じゃあこれからはちょいちょいあの池叔父に会うわけね。エッセイの執筆を口実に。口実じゃなくて仕事だよ。つまんねえ誤解するほど若くねえぞ。はいはい。不吃个醋怎么能跟你调情呢？久慈はさ、結婚したいって思ったことある？ないな。俺も。好了，你们就继续开开心心的啦。適度な関係が気楽でいいよな。そばにいておくれ、イエティよ。レックスの大冒険であっただろ、イエティとのお別れ。子供の頃はさ、さよならなんてしないでずっと一緒にいればいいのにって思ってたのを思い出した。もう会えない。もう戻れない。可是你跟九慈应该不需要告别吧？你把它形容成雪怪，不就代表你们要告别吗？いつかはお前も。俺はさ、ずっと一緒にいたいと思ってるよ、久慈と。ああ。
何急に。所以这样算是正式在一起了吗こ？れは告白じゃなくて報告だから。好吧，承知した。好了，我不管了，就当他们在一起了。哎呀，簡単には失われない自分の居場所が。这一集的主题啊，是关于创伤之后。主要是在描写各式各样的人在面临不同的创伤、不同的伤痛之后有什么样的反应，大家是用什么样各自的不同的方式去疗伤，又如何努力挣扎，最终走出去，又或者其实没有走出去。元宵节的故事虽然没有明白告诉我们过去的他到底发生过哪些事情，不过大概可以猜到，首先离婚的事情对他打击很大，再来他在地震的时候失去过亲人，以及他对异性那个强烈的排斥。虽然可能日本社会真的对女性比较不友善，可是看他那个激烈的反抗的样子，可能真的有发生过一些事情，让他对男性比较的害怕，也因此让他把一位女作家视为他的典范，并且让他跟吴七这样子一个比较身上没有那么鲜明的典型的男性气质的男生成为朋友。过去的他一直强迫自己坚强起来，要赶紧走出这些伤痛，走出这些阴霾。明明自己唤起了对地震的害怕，对地震的恐惧，身体已经有了一些应激反应了。对于去一个陌生的男生家里心存芥蒂，其实也是合理的，但是还是不断的向吴七说不好意思，你明明是在担心我，但是我实在做不到，这我的问题。是还好，温柔的吴七和九慈最终接住了他，他也跨出了那一步，主动接受了他们的帮助。经过了这个晚上，九慈和吴七告诉他，不必那么用力，不必那么努力，慢慢走也没有关系。所以说，在那之后，我相信他一定还是有一些议题存在，这些存在多年的伤痛，并不是一夕之间就可以扫除的。但我想，在这之后，他不会再对自己这么苛刻了。还有上集的那个男同学武士也是，他面对伤痛的方式是先逃离这个世界一段时间。我不确定他有没有去学校上课，毕竟据他们所说，是连父母都没有跟补习班联络，所以我猜他大概逃课这件事情也没有告知父母吧。总之，他把自己先关起来，独自疗伤，独自舔舐伤口，一段时间之后，再决定鼓起勇气重新面对世界。这也是他面对创伤的一个方式。可能这些人疗伤的方式方法都没有100%完美后，多多少少会造成别人的困扰，多多少少也会让自己的人生进度慢了一点。可是，也许创伤这件事情本身就不完美，没有人的人生十全十美的。能够直面它，并且尝试解决，其实都是好的。用自己刚刚好的步调和节奏慢慢走，就是对你最好的方式了。就像这一集的九慈，最终也选择重新面对爸爸的翻译作品，为他写出最后的文章，尝试接下爸爸所想要传承给他的事物。相较之下，吴七是很幸运，面对跟他关系这么好的学长的离世，他就跟九慈撒撒娇，在他的陪伴之下，慢慢好像也就淡忘了那些难过了。行了，这一集就看到这边吧，之后再继续看看他们的这段旅程还会经历什么样的事情。希望接下来都是令人振奋的好消息。下次见，拜拜。